あなたは今、窓の外に見える青い空を当たり前の権利だと思っていないか。朝が来れば太陽が昇り、夜になれば心地よい眠りにつける。この平穏こそが宇宙という名の残酷なギャンブルで引き当てた数億分の1の奇跡だということを私たちは忘れがちだ。近年、天文学の発展により第二の地球という言葉が飛び交うようになった。ニュースではハビタブルゾーンに惑星発見とさも人類の新たなフロンティアが見つかったかのように報じられる。だが、その言葉の裏に隠された真実をあなたは知っているだろうか。生命が居住可能という甘美な響きの正体は、人類を拒絶し、もてあそび、粉砕するための巧妙に設営された地獄のバリエーションに過ぎない。降り立った瞬間に肺が灼熱のガスで満たされる星、目を開けることすら許されない猛烈な放射線の嵐、そして光を飲み込み、時間を狂わせる異質な闇。これからお見せするのは、人類が大体10という名の傲慢な夢が、宇宙の圧倒的な現実によって打ち砕かれる姿だ。あなたの脳は、これから語られる偽りの楽園の正体に、最後まで耐えきることができるだろうか。まずは、私たちの足元にある、この青い奇跡について再確認しよう。宇宙という砂漠の中に、ポツンと咲いた一輪の毒のない花、地球。太陽からの距離が、あと数%近ければ海は沸騰し、あと数%遠ざければ、地表は永遠に凍りついていた。この絶妙な距離を維持しつつ、さらに有害な太陽風を跳ね返す強力な磁場と生命を優しく包み込む絶妙な濃度の酸素を併せ持つ星だが、この楽園は決して永遠の約束ではない。私たちの命を育む太陽は実は非常に気まぐれな母だ。その活動がわずか 1% 変動するだけで地球の気温は激変し、文明は一瞬で崩壊する。実際、地球の歴史を紐解けば、かつて惑星全体が数キロメートルの氷に覆われ、すべての生命が全滅しかけたスノーボールアースという暗黒時代が実在する。私たちが普通だと思っているこの安定こそが、宇宙という視点で見れば、狂気的なまでに幸運大物なのだ。宇宙は本来、無慈悲で、冷酷で、生命を拒むのがデフォルトの設定だ。ここを一歩出れば、そこには想像を絶する悪夢が待ち構えている。それでは、私たちが最も近い希望だと信じたあの星から地獄の旅を始めよう。地球からわずか 4.2 光年、最も近い隣人であり、人類が最初にたどり着けるはずの第二の地球、それがプロキシマケンタウリ B だ。表面には液体の海が存在する可能性があり、移住計画の最有力候補として何度も名前が挙がってきた。だが、その期待は主星であるプロキシマケンタウリという星の正体を知った瞬間に絶望へと変わる。この姿勢は太陽よりも小さく暗いが、その性質は極めて凶暴な赤色矮星だ。この星は予告なしにスーパーフレアという超巨大爆発を頻繁に引き起こす。その爆発が放つ放射線量は地球に降り注ぐものの400倍以上。もしあなたがこの星の表面に立っていたら、目に見えない死の矢が全身の細胞を突き抜け、 DNA を粉々に寸断するだろう。大気も磁場もこの猛烈な嵐の前では紙くず同然。とうの昔に宇宙の彼方へ吹き飛ばされているはずだ。さらにこの惑星は主星に近すぎるせいで潮汐ロックという現象により自転が止められている。半分は永遠に太陽に炙られ続ける灼熱の砂漠、もう半分は二度と夜が明けない漆黒の氷河。生存が可能なのはその境界にある白明のエリアだけだが、そこには昼夜の温度差が生む時速数百キロの猛烈な嵐が吹き荒れている。逃げ場のない放射線か、命を凍らせる暗黒か。この禁断の果実に触れる権利は人類にはまだない。2011年、NASA がついに第二の地球を発見したと世界を震撼させた星、それがケプラー 22b だ。地球から600光年先の第二の地球、ハビタブルゾーンで初めて見つかった惑星。主星は私たちの太陽によく似ており、惑星の温度も約22度と、まるで地球の春のような穏やかさだと予測された。これほど完璧な環境は他にない。誰もがそう確信した。しかし、最新の観測データが導き出したこの星の正体は、美しくも残酷な底なしの監獄だった。この惑星には、私たちが生きるために絶対に必要な陸地が存在しない可能性が極めて高い。惑星全体が、そこの見えない数千キロメートルという想像を絶する深さの海に覆われているのだ。地球の最も深いマリアナ海溝ですら、この星ではただの水たまりに過ぎない。降り立った瞬間、あなたはどこまで泳いでも、どこまで潜っても、
足を預ける土の一辺すら見つけられないことに気づくだろう。さらに恐怖はその深淵にある数千キロの水圧が作り出すのは、私たちが知る氷とは似て非なる高温でも溶けない超高圧氷の層だ。海の底はもはや岩盤ではなく、不気味に輝く熱い氷。そこには魚一匹、微生物一つ存在しない。ただの巨大な水の塊が宇宙に浮いているだけだ。陸のない楽園。それは人間にとって永遠に溺れ続けるための広すぎる檻だ。この絶望的な水の檻の中で、あなたは一人で何を見て生きるというのか。わずか40光年という至近距離に7つもの地球型惑星がまるで宝石箱のように密集している奇跡の成形。それがトラピスト湾だ。中でもトラピスト湾 E は地球とほぼ同じサイズ、同じ密度、そして十分な水を持っているとされる。まさに宇宙のオアシスであり、人類の新たな故郷としてこれ以上の場所はないと思われた。だがそこは赤い太陽に精神を削られる奴隷の星だった。トラピスト湾は太陽よりもずっと小さく赤い超低温赤色は異性だ。そのため惑星たちは生き残るために主星のすぐそばを回らざるを得ない。結果としてトラピスト湾 E もまた潮汐ロックの呪いにかかっている。あなたが住める場所は永遠に沈まない赤い夕日が地平線にへばりついているわずか数キロメートルの境界線だけだ。そこは常に不気味な赤茶色の光に支配された世界。一歩昼の側へ足を踏み出せば大気を焼く熱風に喉を焼かれ、一歩夜の側へ下がれば液体窒素のような寒気が一瞬で命を奪う。この針の穴を通るような極細の生存権を維持するためには、絶え間なく吹き荒れる超音速の嵐に耐え続けなければならない。40光年という距離を乗り越え、ようやくたどり着いた先が狭い境界線の上で綱渡りを続ける一生だとしたら、あなたはそれでもこの星を希望と呼べるだろうか。地球からわずか12光年。天文学的な指標において地球に最も似た星として第1位に輝いたこともあるのがティーガーデンセイビーだ。水、温度、岩石、どれをとっても地球の双子と呼ぶにふさわしい。だがこの星に足を踏み入れた者が最初に感じるのは、地球とは決定的に異なる狂った時間の歯車だ。この星の1年は地球の時間で言えばわずか 4.9 日で終わる。主星のすぐそばを猛烈なスピードで公転しているからだ。あなたが月曜日に入居したとしても、金曜日にはすでに年末を迎えている。1週間足らずで春、夏、秋、冬が駆け抜け、目まぐるしく変化する日照時間に、人間の体内時計は一瞬で破壊されるだろう。昨日まで咲いていた花は数時間で枯れ、季節の概念そのものがあなたの理解を超えたスピードで溶けていく。さらに重力も地球の約 1.1 倍。わずかな差に思えるが、四六時中誰かに肩を強く押し付けられているような圧迫感が続く。超高速で過ぎ去る時間と逃れられない重力の枷。この星で1年を過ごすとき、あなたの心は地球で過ごす数十年分もの疲労を蓄積することになるだろう。止まることのない時間の濁流の中で、あなたのアイデンティティはいつまで原型を保っていられるだろうか。500光年という気の遠くなるような旅の果てに待っているのが、地球のいとこと呼ばれるケプラー 186F だ。ハビタブルゾーンのちょうど真ん中に位置し、適度な大気があれば水が液体でいられる。だがこの星を支配しているのは私たちの知る輝かしい太陽光ではない。この星を照らしているのは非常に暗く赤みの強い星だ。正午の最も明るい時間ですら、地球で言えば日没直前のあの薄暗い不気味な明るさしかない。もしこの星に植物があるとするなら、彼らは微々たる光を吸収するために葉を真っ黒に進化させているだろう。あなたの目の前に広がるのは赤黒い空と光を飲み込む真っ黒な森。そこは永遠に夜が明けることのない黄昏の牢獄だ。ビタミン D を生成するための日光も心を晴れやかにする青空もここにはない。あるのは視界の効かない暗闇の中でかすかに赤く光る地平線だけだ。私たちが太陽の恵みとして享受してきた明るさがどれほど精神の支えになっていたかを、この星は痛いほど教えてくれるだろう。一生をこの暗鬱な黄昏の中で過ごし、真っ黒な植物に囲まれて生きる孤独。その精神的な飢えは肉体的な死よりも残酷にあなたを蝕んでいく。最後に紹介するのは、科学者が地球よりも地球らしいとさえ評したスーパーアースケプラー 442b だ。サイズは地球の約 1.3 倍。重力も適度で
主星からのエネルギー供給も安定している。まさに究極の居住先であり、天文学的スコアでは地球をしのぐ数値すら叩き出している。だがその完璧なスコアこそが宇宙が仕掛けた最悪の罠だ。この惑星はハビタブルゾーンの最も熱い円に危ういバランスで立っている。それはわずかな気候変動や主星のわずかな火力の変化によって海が一瞬にして沸騰し、惑星全体が温室効果の地獄へと変貌するが潔癖に位置していることを意味する。かつての金星がそうであったように、ここは昨日まで楽園だった場所が明日には鉛をも溶かすかまそこに変わるリスクを常にはらんでいる。完璧すぎる設定、高すぎるスコア、それは一歩間違えれば即死という宇宙の地雷原の上に成り立っているのだ。あなたがこの星の美しい景色を眺めている間にも、足元では海が沸騰し始めるカウントダウンが始まっているかもしれない。最高の環境に見せて最後に全てを奪い去る。この星の完璧さの裏に隠された宇宙の冷酷な悪意。あなたはこのが潔癖の楽園に人生の全てをかけることができるだろうか。生命が住める可能性があると言われるハビタブルゾーン。天文学者たちが第二の地球を求めて視線を向けるその領域の正体をあなたは理解できただろうか。そこにあったのは移住の希望などではなく、人類という脆弱な種を拒絶するための多様で洗練された地獄の標本だった。宇宙は私たちを温かく迎え入れる準備など何一つしていない。この暗黒の空間において生命はあくまでも予期せぬエラーであり、私たちは広大な地獄の中に偶然投げ出された無力な存在に過ぎないのだ。次にあなたがスマートフォンの画面で第二の地球を発見というニュースを目にしたとき、あるいは夜空を見上げて遠い星に思いを馳せるとき、どうか今日見た地獄の姿を思い出してほしい。そして窓の外に広がる当たり前すぎて退屈だとさえ思っていた青い空をもう一度見上げてみてほしい。その青さがどれほど異常でどれほど恐ろしいほどの奇跡の上に成り立っているか、あなたは今その真実に震えることになるだろう。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。